さて、今日はこのナイキで買ってきた、ランニングウェアを着て、ちょっとランニングしてみたいと思います。これめちゃくちゃもう着る前から良さそうだなと思ってるんですけど、ちょっとこれを着て、あと、シューズも新調したので、ちょっとこれで走ってきます。ちょっとどれだけ快適か楽しみですね。はい、こんな感じです。どうでしょうか？これ上下でね、デザインが合ってるんですよ。ほら。これめっちゃかっこよくないですか？そして、着心地もいいし、何せ素材がね、この、なんていうんだろうね、よくスポーツウェアとかに使われている、結構伸縮するし、濡れてもすぐ乾くような素材。これ結構快適そうだな。ということで、これで行ってきます。ちなみに、靴も、この前買ったエアマックス履いてるんですけれども、やっぱりね、さっきまで出かけてて、違う靴履いてたんですが、やっぱそれと比べるとクッション性がやっぱ全然違くて、この足をついた時の衝撃を吸収してくれる感じとか、あとなんだろうね、こう前に押し合ってくれる感じがあるんですよね。なんて言うんでしょうね、こう前に進む力を助けてくれるみたいな、そんな感じの感覚があるんですよね。こう押してくれる感覚みたいな。そしてスマホはいつものノースペースのポーチに入れてますね。でもう本当に持ち物はスマホだけで、財布とかもね、もう本当に余計な荷物増やしたくないんで、もう買いたい時とかはスマホで決済するって感じで、本当はね、このアップルウォッチで全部完結できたらいいんですが、これセルラーモデルじゃないんで、通信ができないんでね、万が一のために一応スマホ持って行ってはいるんですが、こいつがセルラー機能があって、単体で通信できたら別にスマホいらないんですがね。でもね、こうやってビデオ撮ったりはできないんであれですが、毎回ビデオ撮るわけじゃないからいいんだけど、ビデオ撮りたい時はやっぱりスマホか GoPro 的なやつ持っていかないといけないんで、荷物は増えますがね。あと音楽とかもここに、でも音楽に関してはあれか、Apple Watch にダウンロードしちゃえばいいのか。聴きたい音楽だけダウンロードして、AirPods で聴くことはおそらく、でもどうなんだろう、 YouTube Music とかだとできなかった気がしますね。Apple Music だとそれできるんだけど、 YouTube Music ね、あくまでここ Apple Watch 上でリモートコントロールすることはできるんですけど、ダウンロードして Apple Watch 単体で再生とかはできなかった気がするんですよね。だから YouTube Music で音楽聴くってなると iPhone 持ち歩かないといけないのか。どっちにしろ iPhone は必要っていうことですね。ということで今だいたい1キロぐらい走ったんですが、やっぱりね、クッション性があるのはもちろん、前に押し出してくれる力をブーストしてくれる気がするんですよね。なのでめちゃくちゃ前に進みやすいというか、体が軽くなかった感じ。結構久々のランニングですが、全然辛くない。いや、いいっすね。今日久々なんで5キロくらいでやめとこうと思ったんですが、全然もっといける感じです。1キロがすごいあっという間に感じますね。さっきまだ1キロだったのにもう2キロかみたいな感じで、結構前まで1キロ走るのが結構大変だったんですが、今回のこの装備だとぼーっと走ってるうちにもう1キロかみたいな感じで、すごい走るのが楽になった気がしますね。そしてやっぱ気温もあるのかな。今25度、若干ちょっと今日湿度が高いんですけれども、それでもかなり快適です。めちゃくちゃね、汗だくになったりすることなくて快適に走れますね。いや、これからの時期いいかもしれない。まだ日中は少し暑かったりするんですけど、日が沈むとね、だいぶ涼しくなるんで、この6時とか7時とかこのくらいの時間に走るのはね、ジャストタイミングだと思います。結構帰宅ラッシュもあって、だんだん交通量も減ってきたくらいのこの時間、涼しくて最高です。で、また何橋って言ったか忘れちゃいましたが、まっすぐ行くと大野原公園があるところなんですけど、ここまで来ると
だいたい 3.5 キロで折り返すと7キロって記憶してたんですけれども、ちょうど3キロぐらいにしかなってないですね。この橋をあれだ、あそこもう少しすると坂になってるんですけれども、あそこの、上り坂の手前まで行くと 3.5 キロだったかな。ちょっと忘れちゃった。そこまで行ってみるか。ここの橋ね、普通に見えて、結構これ外見ると建物 5,6 階分ぐらいの高さにあるんですよね。結構ここら辺仙台の中でも高低差が激しいエリアで、大野原公園の方行くともっとすごいですね。もっと高いとこ走ってる橋があって、公園にね行くのに結構階段降りないといけないみたいな、そういう感じで初めて行った時結構迷ったんですけど、 3.3 キロか、まあ 3.5 キロってことにしておきましょう。まあでもこれでまたね、家まで引き返しても6キロぐらいだったりするんですよね。結構アプローチ意外と誤差があるっていう。まあとりあえず引き返します。 6.4 キロ、やっぱり7キロにならないですね。結構誤差がある。でペースが 9.4 キロ、まあ最後の方今歩いてたんで、一番早い時だと 9.2 キロぐらいまで行ったので、まあいいでしょう。エクササイズのリングも達成できたので、とりあえずいいでしょう。なんと雨ですよ。これは朝でも照明が必要ですね。いや、なんか雷がひどいですね。めちゃくちゃ今ちょうどねカメラ回し始めたら止まっちゃいましたが、すごいゴロゴロ雷が鳴ってて、でね、ちょうど今シャワー浴びてた時にめっちゃ近くに雷が落ちて、すごい床が揺れるぐらい、なんか突き上げられる感じでしたね。バーンってびっくりしました。やば、なんか蛇口の先っぽ取れてきてめっちゃビビった。はい、とりあえず朝ごはんです。食べ終わったのでコーヒー休憩です。もうなんか今朝の9時なんですが、もう暗すぎて照明つけているんで、もう夕方と錯覚しちゃいますが、全然朝です。でも雨やめましたね。よかった。出かける前に止んでくれて、鳥のさえずりも聞こえてよかった。まあでもね、さっき8時ぐらいが一番雨がひどい、15ミリぐらい雨降ってて、でまあ9時10時ぐらいになると収まるという予報だったので、とりあえずよかった。ちょっと休憩したら出かけます。なんかうちの前で電線の工事かな、高所作業車みたいなのが止まってて、なんかすごい車が大変なことになってます。すごいごちゃごちゃしてる。こっちは通んないようにしとこう。天気予報嘘じゃん。全然止んでない。マジか。やばい。完全にびしょ濡れ。ひどすぎる。やばい。風呂上がりみたいになってる。すげえ、あった。日本語対応来年ないし、結構好きだけどな。前より熱くなくね。そう。プロのカメラちっちゃくなったのいいな。なんか15よりちっちゃくなった気がする、カメラ。なんかよく操作がいまいちわかんない。すごいちっちゃくなってる。さっきの10じゃなかった、こっちだ。こっちがここの素材が新しくなったって。かっこいいな。大きいね。これも新色か。パワーポッツ4も出てる。はい、ということで、今夜の6時ぐらい。明日ですね、祖母宅に行くんで、
ちょっと祖母に渡すお土産でも今日のうちに調達しようかなと思います。明日はねもう朝に出発したいので、今日のうちお土産を調達して今日のうちにお土産を買っとこうかと思います。祖母がですね笹かまぼこが好きなんですよ。笹かまぼこ、仙台ってね笹かまぼこ有名じゃないですか。私はもう3年近く住んでて1回も買ったことないんで、そういえば仙台の笹かまぼこを祖母に買ってったら喜んでくれるんじゃないかと思ったので、ちょっと買いに行こうと思います。ちょっとこのアーケードの、先行ったところに有名なお店があるみたいなので、私も仙台の笹かまぼこ買うのが初めてなんで、ちょっとどんなものか。もううちの祖母ね結構好き嫌いが激しくて、お土産で食べ物とかあんま買っていけないんですよね。台湾に行った時もなんかキーホルダーみたいなの買ってったんですけど、食べ物は買っていかなくて、なんかこんなの食わんにって言われたらあれだなと思って結局食べ物買っていけなかったので、笹かまぼこなら絶対喜んでくれると思うので、あそこかな、てかやってるかな、ここですね。安倍笹かまぼこでいいんですかねっていうところ。残念、6時半で終わりだって。今ちょうど終わったとこでしたね。残念。ちょっと仙台駅で買おうかな。あそこにもいろいろ売ってるみたいですね。伊達の小道っていうとこ。すごいお土産街って感じでいいな。ベンチもあってゆっくりできる。あんまりねお土産とか買おうと思ったことがないんで、こうやって見るのは初めてかも。とりあえずゲットしました。この金崎ってやつですね。金崎っていうお店で買ったんですが、結構有名らしいですの一番定番のやつですね。5枚入りで25日まで持つって言われたので大丈夫でしょうね。金崎じゃない、なんだっけ、伊達の横道っていうとこも結構いろいろ美味しそうなものがあったので、今度ゆっくり来るといいかもしれないですね。なんか前家族と来て日本酒かなんか買った記憶がありますね。多分あそこだった気がしますけど、なんか閉店間際でめっちゃ安くしてもらった記憶があります。伊達の小道っていうのが多分お土産街みたいなところだと思うんですけど、こっち側にもねあるんですよね。あれこっち側違ったかな。こっち側ちょっと雰囲気が洋風な食べ物が売ってるんですね。あっち結構和風だったけど、こっちもいいな。ここを抜けると、なるほど、ここのエスカレーターのとこに来るんだ初めて通りましたね。ここの道は通路はよく通ってたけど、こっちのお店入ったことなかったです。こんな風になってんのか。ちょっと人多いからあれだけど、ここら辺ベンチとかあるので、なんか食べ物買ってゆっくりできそうですね。ちょっと今度人の少ない時にまたゆっくり来てみるといいかもしれないです。このパルコの9階かな、隠れ絶景ポイントです。駅前が一望できる。はい、金曜日の夜は人が多いんで早めに退散しますと思いましたが、このエリア人少ないな。めっちゃガラガラ。